皆さんこんにちは。ヤンビーザチャンネルです。今回の動画はですね、個人的で結構偏見に満ちた、SR400 だったりとか、バイクカスタムだったりとか、バイクとの付き合い方みたいなものについてお話ししたいっていうふうに思っています。これからバイク買おうと思ってるんだけれども、何買おうかなだったりとか、SR400 欲しいんだけれども、ちょっと大丈夫かな、不安かなみたいな考えてる人とかに、見ていただけると、多分何の参考にもならないんですけど、こういう考え方もあるんだなっていうふうに思ってもらえると思います。はい、まず早速なんですが、SR400 って、1型から5型まであって、時代に合わせて、モデルチェンジ、マイナーチェンジをしてきたわけなんですけれども、SR400 を買うなら、まず2型で、セカンドバイクとして買うなら、やっぱり2型、が一番だと思ってます。やっぱり2型が好きですね。で、歴代 SR の中でも、やっぱり一番カスタムを楽しむことができる車体っていうふうに思ってまして、自由度の高い制約のない、環境の中でカスタムができるっていうのが2型の一番いいところ。これから SR400 買う人にとっては、2型はほとんどカスタムされている車両、中古車両が多いので、あえてノーマルはもう探すのは無理やと思っているので、カスタムされている2型の車両を買って、ノーマル戻し、それもまた一つのカスタムというか、オーナーさんとバイクの在り方というか、なんじゃないかなっていうふうに思っています。せっかくヤマハ SR 選んだんだから、乗ったんだから、オートバイ文化でカスタムカルチャーみたいなものにどっぷり使ってみるのが所有している楽しさかな。それが一番簡単にできるのが2型だよっていうふうに思っています。これは私自身がカスタムパーツを販売している立場にあるので、ポジショントークと言われてみればそうなんですけど、で本当にね、2型はいいんですよ。日本で一番有名な SR 乗り、天尾時貞も、2型乗ってますしね、一度、フロントブレーキもディスクからドラムにデチューンされているような、そういうちょっと趣味性の高いバイクでもあるんですけど、私は個人的にはディスクブレーキに改造してしまうんですけど、それもまたバイクの楽しさでもあるし、僕にとっては、自分のバイクを作り上げていく上での、一つの儀式みたいな形で考えてたりはします。でわざわざそんなことしなくても、3型買っちゃえば、済むんですけど、でも3型にはない2型の楽しみ、1型もディスクなんでね、もう変更する必要はないんですけど、2型のみがやっぱりディスクブレーキにしたいっていうふうに思った時に、操作性上げたいと思った時に一手間かけざるを得ない、それが2型だけが味わえる、2型だけの楽しみみたいな形で、バイクとの向き合い方みたいなものを考えた時に、悪くないでしょっていうふうに、僕は思ってます。経験としてそういうのをやっとくのもいいのかなと思う感じです。年式の古いバイクに手を出すと、長く乗れないんじゃないかとか、故障が心配だ、そんな心配をしている方がもしいらっしゃるとすると、それは全くの間違いです。国産車で、つい最近まで現役で製造されていたバイクですから、いかに年式が古かろうとヴィンテージバイクっていうカテゴリーには入らないわけなんですね。でやっぱ中古車市場にはかなりの球数があって、オークションサイトなんかだともう年式問わず形式問わず流用できる部品っていうのが圧倒的に流通してますし、過去の型式の、車体についてもメーカーの純正部品が、アッセンブリで、交換できるっていうバイクなので、部品さえある間は、年式が新しいとか古いとかっていうのは、あんまり考えなくていいです。気にしなくても大丈夫です。むしろ整備性とか、情報量考えたら2型ぐらいの方が、ウェブにはいっぱい情報載ってますし、直感的にもやっぱりどこが悪いのかなみたいなのは把握しやすい。たとえ、ゴムパーツが下手って、少々オイルがにじんできたなみたいになっても、そんなの正直気にしてるのってもう日本人だけですからね。アメリカ人なんてもう車どけた時にオイルのシミがあるなんても全然普通だし、アメリカ人ってやっぱ自分たちで
自分の車の面倒みたいなやつはやっぱりちゃんと見れるじゃないですか。最初からこう整備の行き届いた、車体を手に入れるっていうのはやっぱりユーザー心理としては正しいとは思うんですけど、最終的に自分のバイクの健康に対してはやっぱりオーナー自身が、ヘルスチェックして責任を持たないといけないわけで、少々癖があってもそれを把握できてりゃ愛車の特徴みたいなところがあるので、個性なのでちょっとしたコツがいるんだよねみたいな、そういう感じもありかなっていうふうには思います。指導性、これについては、FI 車にはかなわないですね。これは同じバイクのようで、同じ SR400 っていうバイクのようで、この部分だけはもう別物ですから、SR400 のありようというか、短気筒エンジンを積んでるバイクとしては、僕はキャブ車を堪能してほしいなっていうふうに思ってます。それは4発のエンジンだと、キャブ車は大変だなっていうふうには思うんですよ。ジェット変えるにもセッティングかけるにも、4倍の手間と費用かかりますから、正直面倒くさい。SR400 はキャブレターも当然1つなんですごいメリットです。せっかくシンプルな短気筒乗ってるんだから、キャブ車のセッティングいじって遊ぶみたいなのはやっぱり楽しみ方としてはめちゃめちゃあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。僕も前の BSSR は、TMR 入れてたんですけど、キャブ変えるだけで全然違う、もう一撃バイクとして変わってくるみたいな。これからせっかく SR400 を買うぞって考えてる、思ってる、狙ってる人たちにとってはそこはめっちゃ楽しめる余地なんで、キャブ車でしか楽しめないものっていうのは確実にあるので、それを指導性みたいなのは変な話何とでもなることで失ってほしくないというか、冬場エンジンかかりにくいねみたいな話になったとしても100回蹴りゃいいじゃんっていうふうには思ったりはするんですよね。ちなみにSR400 をキックスタートじゃなくてセルスタートにするパーツも売ってますんで、ボタン一つでエンジンかかるようにすることもできます。お金を出せばできます。で、ここからは個人的にずっと思っているというか、推奨する、新潟の買い方のコツというか、バイクの買い方のコツなんですけど、個人的な考えのみで僕ならこうしますっていうのを今から言うので、いろんな形、いろんな人がいると思うんで、あくまでもこのチャンネルの配信している人間はこういうことを考えているんだな、ちょっと僕とは違うなみたいに思って聞いておいてもらえたらいいかなと思うんですけど、ポイントは3つで、まず1つ目ができるだけ安い安価な車両を買うっていうことですね。で、新潟は球数がとにかく多いですし、変なカスタムされているものとかも多いんですけど、それをこうネガティブに捉えるんじゃなくて、買った後に変更しないといけないところが多くあって、おいおい楽しめるねぐらいの感覚で、安いの買えばいいっていうふうに正直思ってます。まずフレーム加工をしていない、車体である限りは、取り返しのつかない車体っていうのはないですから、検討しておられる方はぜひフレームに手の入っていない、中古の新潟の SR を探してください。ノーマル戻しも、ヤフオクとかで十分、部品は手に入るんで、ノーマルにこだわって高めの車両をつかむぐらいやったら、覚悟決めて安いのでええねんみたいな、どうせ外装ノーマルに見えても中古車なんて中身はもう寄せ集めだったりするんでね、ノーマルこだわらなくていいと思います。で、多分そのまままたがってもそのままじゃ気に入らんっていう風になってくるので、どのみち自分流にカスタムし直すかノーマルに戻すかっていう風になると思うんですよね。だからノーマル戻しもまだ自分のバイクとしてのカスタムの一つなんで、カスタム具合がぐちゃぐちゃだからみたいなのは気にしないっていうのが一つ目のポイントです。2つ目なんですけど、なんで安いのを買った方がいいよっていうふうに言うかっていうと、浮いたお金で工具とシャッターガレージ借りちゃうんですよ。整備覚えたりカスタムやるやらないとかできるできないって結局もう環境なんで、やる気もちろん大事だし、自分の思い入れとか大事なんですけど、結局いじる場所なかったら何もできないんですよ。
で、程度のいい車体を探して、安心を買うっていう意味でそこにお金をかけるっていうのも方向性の一つっていうのは間違いないんで否定するものではないんですけど、整備する環境を整える方にお金かけた方が安心感は上がりますっていう話です。で、車両価格プラスガレージ代、シャッターガレージ代で、コスト計算しておくとバイクライフは一気に充実します。60万円の中古車買って駐輪場やら戸建てのカーポートの隅っこみたいなところで、バイク止めとくぐらいやったら2、30万の中古車両買って残りの差額の30万をガレージ代、ガレージ借りちゃいましょう。もちろんね、大学生ぐらいの、若い方なんかだと、下宿のアパートの駐輪場に、お店広げてバイクいじくってみたいなのもありだと思うんですけど、ご家族をお持ちの方なんかでも、自宅のカーポートの一角で蚊取り線香を焚きながらかみさんに呆れられながらもしこしこいじってるっていうのもいいもんですけど、中古車買ったらやっぱ場所を確保して最初の1年ぐらいのスケジュール引いて自分のバイク仕上げるっていうのも取り組みとしては豊かかなっていうふうに思っていて、買う中古車を買いました乗りましたではなくてプロジェクトになってるというか、買って場所も抑えて1年間の費用みたいなのをこれぐらいだねっていうのをちゃんと引いて、どこをどうしたいみたいなのを一個一個やっていくみたいなのがオートバイの楽しみ方としてはありかなと思ってます。これは自分が思ってることなんですけど、正直言うとバイク用の整備したバイクってやっぱどこまで行っても信用ならんみたいなところもあります。所詮見えない部分ってビジネスの観点からで言うとコストダウン、コストカットの対象だから最低限では整備当然しているわけなんですけども、そこをちゃんと自分でもばらして納得いける水準に持っていくっていうのが、オーナーのタスクだと思ってますし、そこは技術じゃなくてそれはもうバイクと自分とのオーナーシップみたいなところだと思うんですね。ペットショップで子犬を飼った、じゃあ明日から自分の家族だっていう風になるかっていうとやっぱそうはならなくて、コミュニケーションしながら距離詰めていく、餌あげて面倒見て自分家の一員みたいなところあると思うんですけど、オートバイもそうですよ。東京とかだとさすがにちょっとシャッターガレージ探すのも借りるのもすごいしんどいかなっていうふうには思ったりはするので、地方にお住まいの方とかだったら、60万円の車体買わずにさっきも言いましたけど30万円に抑える、浮かした30万円ので、2万5千円の家賃のシャッターガレージ1年間借りれますからね。高校生とか大学生あたりで自分でシャッターガレージ借りててちょっとかっこよくないですか。社会人の人とかもそうなんですけど、お仕事されてる時って、仕事場で一生懸命やっておられると思うんですけど、やっぱ余暇の時にガレージガラガラガラとか朝からガレージ開けて違う環境に自分を置くみたいなのってすごく豊かやなと思います。湾岸ミッドナイトの主人公の明夫君もやっぱり最初にガレージ借りてるわけですよ。やっぱ自分と愛車との接し方ってやっぱ環境で変わるんでね、やっぱそこはええんちゃうかなと思います。これが2つ目です。で、3つ目。3つ目のポイントは乗りにくいな、カスタムして乗りにくいなと思ったらやっぱ修正かけていくっていうことだと思ってます。例えば好みのスタイルが、セパファンカフェレーサーだったとして、ハンドル変えてみたけど乗りにくくなってしまったかもみたいなことはやっぱ往々にしてあります。その時に垂れ角10度の、セパハンを15度のものにしてみた方が実はしっくりくるとか、15度でもやっぱちょっとしんどいな、10度もダメだなみたいな時に、スワローハンドルを、逆さにひっつけてみたりとか、根治班ちょっとグイッと絞ってみたりとか、そういうのですね。狙ってるスタイルは方向性は変わらないんだけど、やっぱり、パーツは変えてもスタイルは作れるよねっていうのは行き来するので全然いいのかなと思っていて、2、3センチのやっぱり位置の変化をつけることで全然楽になったり、それがひいては安全だったりとか疲労度に関わってくるんで、痩せ我慢するようなカスタムはしないってことはすごく大事かなっていうふうに思ってます。これが3つ目です。この3点が SR に限らずなんですけど、バイクライフみたいなのを楽しむコツというか考え方かなっていうふうに思っています。
僕は体調崩して1回バイク降りてるんで、なんか思ってるというか気づいてしまったことがあるんですけど、若いうちはいろいろ乗りたくなって、ツースト乗ったりとか、4パス乗ったりとかいろいろあると思うんですよね。で、中年超えたあたりから、これがもう最後のバイクみたいなことを考えつつ、志してるほど実現しないのが実際のところで、バイクが故障したりとか、なんか乗れなくなってみたいなので離れていくことってほとんどない。バイクの方からもうダメだみたいな、潰れちゃったみたいなことはほとんどない。事故ぐらいしかそういうきっかけっていうのはないと思っていて、オーナーさんがバイクから離れていく事情があって手放してしまうっていうのがやっぱりほとんど10年ぐらいじゃないって思っていて、そういう時がいつか起きる。だからこう乗っている時、今のタイミングのバイクいじりみたいなものにすごい没頭してほしいというと偉そうなんで、没頭するぜみたいなのが僕のバイクの考え方です。1型から5型まであって、なんで僕が2型が好き、2型でいいやんって思ってるかというと、2型を買うじゃない、2型がいいよじゃないのかもしれないですけどね。なんか2型とプラスなんかシャッターガレージの環境構築みたいなのが、いろんな制約がなくなって趣味性が一気に上がる。バイクを買うときにそういうのをやって、そういう考え方でいると、すごいバイクライフみたいなものが充実すると思います。はい、はい、ということで、今回は結構一方的になんかこうダラダラと、自分自身の SR400 というか、これからバイク買うぞみたいな、で SR400 狙ってるぞみたいな人に対してのこうメッセージになりました。次回のテーマは未定なんですけど、ただ新しい BSA-SR ちゃんも、そろそろいじっていかないといけないなっていうふうには思っていて、夏場はやっぱり整備だったりとかカスタムするのって暑くて大変ですから、あんまりやりたくはないんですよね。僕は夏の間は、部品を揃える、で、書類を作る、で、書類、補適ですよねを、書類をちゃんと通すっていうのをして、夏休みが取れるタイミングで、陸地に行くと。それに取ってからまたいじるじゃないですか。で、秋口に乗るみたいな、割とスケジュールで楽しむことが多いんですけど、パーツは売るほどあるんでね、パーツの紹介をしながら、フロントブレーキの変更ですね、その辺をちょびちょび紹介していければなっていうふうに思ってます。今回も長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。